感じで打つと受けてもこの中から当たるような感じになってきます。ためと、はい絞りと、はい、これなんならこれってこっちに絞ってるとかある。こんにちは、川崎の大喜利です。ここの背景を見たらもうほぼほぼ、誰とコラボするのかと言わなくても分かると思うんですけど、今回ちょっとですね、実は、お三方と、4チャンネルコラボということで、初めて、紹介文を書かずに原稿なしでの撮影となりました。なので、ざらざらと喋らずに読み込みたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、はい、よろしくお願いします。説明不要かなと思うんですけど、はい、中量級ならもう世界最強っていうのは間違いない、福地君と、なんか今 YouTube 界だと若干こう、お笑い枠みたいなお笑い枠違いますよ。る気もするんですけど、いや違いますよ。何枠ちゃんとやってますよ。僕が現役の頃とかも試合を見てて、世界チャンピオンとして、当時急に出てきて、はい、そして急に消えました。急に出て急に去るっていう。そう、なんか名前は知ってるし、試合も見てたのに、いつの間にか一瞬でいなくなって、あの選手どこ行ったんだろうぐらいな感じで思ったら、YouTube でいつの間にか出てきてた。フルコンです。フルコン。お願いします。本名です。思わず言っちゃいました。お願いします。お願いします。今日は何をやるんですか？闇ですね、闇が。このチャンネルでも。極真の闇をちょっと。そう。自分のチャンネルも見れなくて。編集するのがしんどくなっちゃうから。T が。僕のチャンネルというか、そもそも僕が YouTube でコラボしてる、理由というか、主目的が僕が学びたいという。なるほど。なので今日はもう、それぞれに、教えてほしいなと。教えてほしい。普通に技を公開できる範囲。わかりました。公開できないところは、カットしながら教えてもらえれば。あれ公開できないってかっこいいっすよね。僕も雨宮先生みたいにじゃあ動画外でとかやりたいんですけどないっすよ。逆にすごいけどね、全部公開できちゃうってちょっと怖いけどな。本当ですか？公開するあります？そんなめちゃくちゃあります。ということで目だけよ。目だけで。目だけ。なんでそのできる範囲でわかりました。教えてほしいなと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあどうしますか？何やりましょうか？じゃあ前回ね、バレリキックやったのかなと思うんで、そしたら内回し蹴りでいいですか？内回し蹴り、返し蹴り、あといくつか言ってもいい？もちろんです。なんかあれば。左の近距離の下突きとかボディ系の。あとはできれば僕は足のライン。わかりました。前回もちょっと聞いたんですけど。週が。じゃあアッパーからいきましょうか。左の。難しいっすよね。じゃあ古子さんいいですか？投げて。私ですか？いや高月さんいいのに。ボディがうまいのよ、左の。そこだけはもう命をかけてます。だからそれこそよくこんなこと言っちゃうんですけど、SF 福地というか、スタイルの選手ってめちゃくちゃいたりとか、もしかしたら福地君の副作用かなって思う選手が結構いて、なんか距離が取りたいと。で、僕も近距離が苦手だから、距離取った組み手がしたりとか、相手に入ってこられる嫌だからっていう選手が結構多いんだけど、いやそもそも、近距離の強打、近距離に近づきたいというものがあるから、みんな距離取ってくれるというか、周りが取れるだけでっていうので、そこも踏まえて、近距離の下突きを。わかりました。みんな結構ね勘違いしてるというか、僕が接近戦強くないから離れてるっていうね勘違いしてる方がたくさんいるんですけども、実は接近戦めちゃくちゃ得意で、なおかつ左のパンチが得意なんですよ。でいいですか？やっぱ空手の試合ってすごい距離近いじゃないですか。こうなるじゃないですか。こう絶対なるじゃないですか。でこうなった時に大体ほとんどの人は強く打てないんで、もう審判にブレークしてもらって離れてまたリスタートっていうのがあると思うんですけど、ここでどうにかして強い攻撃打てないかなってすごい考えたんですよ。でもこの距離からこう打ってもなんか受けられるし、どうしようかなってなった時にアッパーなんですね。で僕アッパーやるときはみんな結構アッパーって
打っても、もちろん下から上に打つんですけど、結構高めのところ狙ってるんですよ。僕はここのアッパーの角度すごいつけるようにしてるんですよ。だから下からなんかこうえぐるような感じで打つようにすると、ガードの下から入ってくるようになって当たるんですね。であと手なんですけど、思いっきり僕も返していきます。みんなやっぱ中途半端はこんな感じだったりとかあると思うんですけども、僕はもう溝落ちに、イメージは溝落ちにこの拳1個をはめるような、いいですか、溝落ちに拳1個をはめるような感じで、これ見せよ。やん骨や骨。大丈夫。その骨を僕狙いに行くんですよ。健常突起、そう、健常突起のところに拳をはめるような。もう分かった。始まったぞ。攻撃なら受けたらいいやんか、それは。いや、まずね、見てから。マイク壊れちゃう。なんで今日新品だね。新品やん。下ろしたばっかりなんですか。そうですね。いや僕もフルコンも新品やし、マイクの新品やからさ、行こう、歌いよ。なんでやねん。こっからもこのなんで俺3チンねんだって。誰がオロチドットじゃないんだから、ちゃんと言ってくれ。すごい近い距離でこっからこう打つんじゃなくて、すごく体返していきますね。体返しても前足にすごい体重かけて、意外とこのままこう打つことが多いです。こっから体返すこともあるんですけど、このままバンって小づくような感じで打ちます。はい。こっちの筋肉を。そうです。であとはすごくこれ大事にしてるんですけど、自分の肘を自分の溝落ちにかかるぐらいここ絞って打つんですよ。これをグッと、これがすごく大事ですね。意外と力入っちゃうんで、脇開いちゃうじゃないですか。それを脇開いちゃうと外から攻撃がいっちゃうんで、すごく絞るように、すごく大げさにいったら小指をねじっていくような感じで打つと、受けてもこの中から当たるような感じになってきます。すごく意識してます。ちなみに、結構威力インパクト出てるんだ。出てます。出てると思います。あれで、出すために意識してるのは、このためと、絞りと、これなんならこれってこっちに絞ってるとかありますか？絞ってますね。絞ってますね。だからこうじゃないですか。でもどっちも使いますわ。今前足の時は絞ってるのと、後ろ足だったらここからっていう、どっちもやってますけど、やっぱ共通してるのはここの絞りをすごく大事にしてますね。ちなみに、拳の通すラインとか、拳の通すライン、なんですかね、要はサウスポー構える、下突きの時にの立ち位置とかって、サウスポーだったらと、こうなったら金塊相四つで、意識してることとかありますね。前足だったら僕はこの状態で、今日も午前中セミナーあったんですけど、フックとやっぱ混ぜたいんですよ。このフックが当たる距離感でこのポジションで打つようにしてるんで、かなり近めっすね。近めが自分の肩が相手のセンターにかかるぐらいの、なるほど、打ってます。だからちょっと外から来るんだけど、ポジションでいったら外から来るような打ち方になるんですけど、こう絞ることによってなんか相手が錯覚するという。なるほど。だからあんなに近距離なんだ。そうなんですよ。だから近距離じゃないと逆にガードされちゃうって感じですね。でサウスポーの場合は僕結構もう、最近すごく意識してるのがやっぱ半身を切って、すごい半身切って、ここからもう下からここからえぐるようにして打ってますね。やっぱ力を入れたい、効かしたいと思えば思うほどやっぱ打点で高くなるじゃないですか。打点高くなったら手が邪魔しちゃうんで、どうにかしてボーリングの球投げるじゃないですけど、この感じで打つように。ちなみに、細かいんだけど、ちょっとサウスポー金塊室で立ってもらって、この状態から、ちょっと離れます、ここからじゃあ今の僕に対して入って下突きをサウスポーの状態で出すんだったら、どこに立ってどう出すのか、この景色が欲しい。でも結構いろんなとこいろんな攻撃振ってもうこの
距離感からこう踏み込んでこう、あ、すいません、マイク、新品のマイク投げ捨てちゃった新品のマイクマイクの位置ずらした弁償するんですけどおお、そうそう、こう後ろにつけとかなかった知らずに。ここの帯の後ろとかどうですか？ああ、なるほど。この辺でちょっと待ってください。いきなり今突ここだったらなんでそのフフックですね。つけてるそうですね。でもやっぱこう、今週の金曜日調子良かったアッパーの仕方はもう本当すごくこう半身を切ってこの体勢のままこういきますね。意外とみんなやんないんですけど、大振りでやんないんですけど、結構ボクシングとかってアッパーこう脇絞って体と同時にこう打てたりじゃないですか。でも空手って顔面パンチないんで、僕はこうアッパー正直肘から先広げてもいいかなと思ってしまうタイプなんですよ。こっちの方が威力出るんで。なんでこう本当この邪道ですけど、こういう打ち方した方が威力乗るし効くかなっていう感じです。邪道ですけど、こういう打ち方した方が威力乗るし効くかなっていう感じです。今みたいな入り方でこういろんなとこ振ってもうここからストレートと一緒のこう距離でこうって感じです。いいなこれで今こっちに外にこう入って振ってくると、当然このままじゃいられないんで、そうですね、絶対外取られてるから、こっちになっちゃうとドンピシャで当たります。なるほど。合わせたからこそやられちゃう。そうですね。ストレートもあるんで、より相手がこういろんなとこ振られるな。でこうストレートがあるからこそこのまま入ってこっち行ってフック行ったりアッパー行ったりとかっていう流れで左のアッパーはやってってますね。今の景色めちゃくちゃ良かったな。良かったっす。実は空手ちゃんとやってるんです。実は。オンラインサロン福島やっていますんでお願いします。ぜひぜひ。実は前1年ぐらい入ってた。あ、そうなんですか。そう。知ってた？いや絶対知らん。全然知らんかった。コメントもしてないです。怖いな。怖いな。チェックされてた。チェックされてた。怖いわ。ジグノのサロンも入ってたし怖いな。だってお金払って学べるじゃん、いろいろ。そうですね。ね、その金額で学べりゃ安い。まあ確かにそうですよね。週1回やってなんで、もう情報取れるところはいろんな学びを、なんか引退してるから、じゃあそれ試合使うかってないんですけど、なんか学ぶのは好き、今でも楽しいしそれを人で試してそうですね。でもアッパーはこんな感じっすね。これやっぱ対人でこう自分でやってもらうと分かることが見えることがやっぱあるんで、そうですね、やっぱ面白かったです。ありがとうございます。こう正面から黒な感じで見えない当たります。面白って感じです。やら今度って感じです。次はこうな感じです。まさかそんなところ見られてると思わなかった。バツ銃の原理や使用方法の具体例など分かりやすいように解説していけたらなと思います。ここからこれだ、ここで力入って打てないんで、ここにバツ銃の理論のスタパンチをちょっと打ってみます。この感じですね。